こんにちは、ゲームギークです。G ウルブスから発売されているゲーミングマウス HTS3370 ワイヤレスをレビューしていきます。これ3335センサーを積んだ全く同じ形状のマウスが以前に発売されてるんですけど、これからセンサーとかボディ材質とか随所でアップデートが行われた最新版となります。簡単にアップデートの内容を説明しますと、センサーが3335から3370にカラーリングが変更、レシーバーが小型化されました。で、今回レビューしている個体はプロダクションコピーという先行サンプルです。これは実際に発売される製品版よりも前の段階となるのでご了承ください。G ウルブスではおなじみ、外箱の中にさらに箱が入っている梱包、マウス本体、マイクロ USB ケーブル、グリップテープ、USB レシーバードングル、延長アダプター、予備のマウスフィート、青いのは保護フィルムですね。筆。これは G ウルブスだとおなじみですけど、掃除用かな。クイックガイド。以前のレシーバーはアンテナがつくような巨大レシーバーだったので、サイズ的にはかなりコンパクトになっていて嬉しいところです。最初、USB レシーバーと延長アダプターってこんな風に接続されてきたんですよ。で、これがすっごい硬くて、レシーバーを取り外そうとしたらペキペキっと嫌な音がしてトップ部分が壊れちゃいました。これマウスと同じ素材で半透明にするのはいいんですけど、脆すぎますね。ただ救いとしては綺麗に壊れてるので接着剤を使えば救済可能なところ。この問題は G ウルブスに報告したんですけど、どうも製品版をゲットした周りの話を聞くに、とりあえずアダプターをなくすっていう大胆な方法にしてるみたいです。おいおいそれでいいのかって感じはありますけど、多分その次のロットから改善されるのかな。G ウルブス HTS3370 ワイヤレスは左右対称のワイヤレスゲーミングマウス。サイドボタンは左側のみとなる右手用。G ウルブスは軽量化のためにマウス全体をハニカム形状にしていて、近年のトレンドともいえるハニカムレスではありません。この点気になる人には気になるでしょう。今までにはない水色の半透明シェル。おもちゃっぽい見た目なのかなと思ってたんですけど、意外と悪くない透明感です。マウス部分のグリップは表面をなぞるとスルスル滑るんですけど、力を込めると意外とグリップします。汚れは全く目立たないのが嬉しいポイント。油汚れとか目に見えて汚いとモチベーションが下がりますし、掃除するのが大変ですからね。ホコリとかは付属の筆でお掃除してあげるといいかも。これ以外の使い道思いつかないですね。サイズは実測で長さが 113mm、グリップ幅が 54mm、高さが 39.5mm でした。小型な S サイズマウスです。重さは実測で 59.5g。ワイヤレスマウスの中では軽い部類です。このマウスのサイズにしても比較的軽い方ですね。旧型の HTS に比べて形状的な変更はありません。これはロジクール G プロワイヤレスに似ている G ウルブス HTM っていうんですけど、今回紹介しているこの HTS の大きい M サイズ版に当たるんですね。この HTM を縦方向に縮めたようなシェイプで、高さをある程度維持したまま長さやグリップ幅が小さくなったのが HTS です。トップのピークが高めで、マウスボタンはロープロファイル気味、後方のカーブは傾斜が結構あります。かなり浅く持つようなスタイル、つまみっぽく被せるならむしろ使いやすいと感じます。かなり長さが短くて小型なので、普通に手全体を覆いかぶせるように持とうとすると、指がマウスボタンより突き抜けてしまいます。手が小さければフィット感を得られるかもしれません。つかみもつまみっぽく持って、シェル後方を手のひらに当てるくらいの持ち方なら持ちやすいです。手をシェルの後ろに乗せて使おうとすると、指の曲がり方が結構きつくなります。このマウスはサイズ感的にもつまみ持ちが一番合っていると思います。全体的に長さが短いので、手とマウスの間に空間が生まれてコントロールしやすいです。左右対称シェイプで、それでいてサイドのスペースが広めなのもいいですね。マウスボタンの方にも穴が開いてますけど、浅く持ってもギリギリ干渉しない範囲かなと思います。ファイナルマウスウルトラライト2と比較してみると、長さはウルトラライト2よりも短め。グリップ幅は同じくらいですが、高さは HTS の方があります。ウルトラライト2をちょっと寸胴にしたのが HTS って感じ。ウルトラライト2はつまみ持ちでしか使えない印象ですが、HTS の方がもうちょっと汎用性がありますね。ビルドクオリティはかなりいいです。トップシェルもサイド部分も補強が十分にされているため頑丈です。きしむような音はそんなに気にならないんですけど、そこは押すとちょっときしみますね。ここは押すことってあんまりないですけど。振ると DPI ボタンが少しラトル音を出しますが、ゲームをプレイしていて気になるようなものではありません。センサー位置はほぼセンター。センサーは最新の Pixart PMW3370 で、最大 DPI は19000です。
1世代前の3389に比べてエラーレートが低くなっています。以前の3335に比べると一気に最新世代まで更新された形になります。400dpi、800dpi、1600dpi、3200dpi でそれぞれセンサーのテストを ZOE GSR の上で行いました。ポーリングレートはデフォルト設定の 500Hz。いずれも非常に綺麗な波を描いて挙動は良好です。ポーリングレートは 500Hz だと非常に安定している一方、1000Hz だとこのような結果に。ポジティブアクセルが発生しまくってます。これは旧型の HTS でも同じ問題がありました。製品版では回収してるって言ってたんですけど、前のやつでも同じなのでどうかなって感じですね。ポーリングレートは 500Hz 一択になる可能性が高いです。デフォルトのままってことですね。これはどのワイヤレスマウスにも等しく言えることなんですけど、2.4GHz って低遅延なんですけど接続が非常に弱くて、USB レシーバーとの物理的な距離が開いたり、途中で障害物があるとセンサーのトラッキングに悪影響を及ぼす可能性が高いです。これは 1.5 メートルほどレシーバーから離れてマウスのセンサーをテストした様子。ご自分の環境下でセンサーテストしてみると最大のパフォーマンスを引き出せるようになると思うのでおすすめです。マウスフィートは前方は小さめのものが2枚、後方はやや大きめのものが1枚貼られています。またセンサー周りにかなり太めな大型タイプ。滑りは良くてエッジの丸め処理も問題ありません。センサーが反応しなくなる距離、リフトオフディスタンスを計測します。LOD は 1mm でした。短くて優秀です。本マウスはソフトウェアで2段階の LOD 調整が可能です。デフォルトでは 1mm になっていて、これを 2mm に変更して再度テストしたところ 1.8mm になりました。それぞれのマウスボタンについて見ていきます。まずはクリック音から聞いていきましょう。セパレートタイプのマウスボタン、スイッチは定評のある Keil GM8.0 を搭載しています。カチッと歯切れの良いクリック感で、跳ね返りは強めでストロークは少し短め。プリトラベルはほとんどありませんが、ポストトラベルはちょっとあります。特に右ボタンが深めですね。丸みを帯びたサイドボタンは飛び出し具合も程よくて押しやすいです。位置は若干高めなので親指は干渉しません。フロント側のボタン5はクリスピーな押し心地ですが、リア側のボタン4はプリトラベルがあってちょっとふわっとした感触ですね。スクロールホイールはタッチの軽い回し心地で、ノッチ感は旧型よりもしっかり感じられるようになりました。クリックの硬さはちょうどいいです。DPI を変更するボタン。ホイール近くですが誤爆する心配は少ないと思います。センサー直下に位置するスライダー式電源スイッチ。少しくぼんでるので爪がないと押しにくいです。これ上下の隙間が広すぎるのか、スイッチをスライドさせると30度くらい斜めになって不格好に見えます。指ですぐ直せることは直せるんですけど、ちょっとストレスですね。バッテリー容量は公式で明記されていないのでどれくらい持つかちょっとわからないんですけど、スイッチをオンに倒して2、3日使っても充電残量がそんなに減らないので、ワイヤレスマウスでは平均的な60から70時間くらいかなと予想しています。ライティングもほとんどないようなものなので、そこまでバッテリーを浪費する部分もありません。ケーブルは柔らかめな布巻きタイプ。淡いグレーの色をしていて、スイッチとかホイールと色が合ってますね。結構深くまで差し込むタイプ。ケーブルは純正を使わないとはまらない可能性があります。目立ったライティングはありませんけど、シェル内部の基板にある G ウルブスのロゴが RGB で光ります。私のロットではなぜか中央付近のみ控えめに光るくらいで、ロゴがちゃんと光りませんでした。これ旧型の HTS なんですけど、本来はこれくらい光るんですよね。一応これも改善済みと聞いています。ただ、これに関しては別に改善しなくても正味問題ないですね。グリップテープが一式付属。左右のマウスボタン、両サイド、後方用に2枚。トータルで6枚セットです。グリップ力はかなりあって指が吸い付くようになるんですけど、テープ自体にも模様が刻印されていて触り心地が気になることもあるかもしれません。ハニカムが気になるならこれを上から貼るっていうのも選択肢の一つなんですけど、なんで黒なのかなってのは思いますね。せっかくの半透明シェルが全部潰れてしまうし、なんか色の組み合わせも微妙です。公式サイトで配布されているオリジナルソフトウェアをインストールして使用可能です。ボタンアサイン、デバウンスタイム、DPI ステージ、ライティングエフェクト、ポーリングレート、そしてリフトオフディスタンスが変更可能です。さらにマクロの作成もできます。
初期では DPI ステージが7つあるのに、4から7までが3200で固定されているので、それらを削除してしまうか別の値に変更するのがおすすめ。以上、G-Ulvs HTS3370 ワイヤレスのレビューでした。予約でも119ドルで1万3000円くらいしますし、定価だと149ドル、だいたい1万6000円くらいですね。ロット数は結構かけられているみたいなので、売り切れちゃったらまた入荷するまでしばらくかかりそうです。マウスの性能自体は普通にめちゃくちゃいいと思います。3370センサーは動作良好ですし、ケール 8.0GM スイッチの安定感は半端ないです。小型のワイヤレスマウスって割と数が少ないので貴重な選択肢ですね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。